こんにちは、木下優香です。今日はですね、いろいろいつもと雰囲気が違うんじゃないでしょうか。まずですね、一番初めに食べ物が最初からある。そしてちょっとなんか一人前ぐらいの普通の量で、私は今、なんか襟がみんな取っとるわ。私は今、すっぴんです。すっぴんなので、メガネをかけています。今日はですね、皆さん、逆チートデイです。はい、もう一般的にチートデイっていうのはこうダイエットしてる人が1日逆にご飯を食べてダイエット向きの体にするっていうものなのかななんですけど、それの今回はですね、逆バージョンです。なので私はいつもダイエット中なのにたくさん食べてるので、今日は普通の一人前を食べます。こちらですね、私のマネージャーさんが作ってくれたナスの肉味噌炒めです。美味しそうでしょ。いつもより美味しそうとか言わないでくださいね。はい、じゃあ作り方も撮影したのでちょっと見てください。どうぞ。なんとですね、マネージャーさんが、うちの冷蔵庫に余ってた、ナスとピーマンとひき肉でピーマンの肉味噌炒めを作ってくれます。プロです。わあ、美味しそうに仕上がっています。すごい積み替えた瓶がぴったしカンカンです。これ本出しが加わりましたね。味付けがちょっと彩りがあれなんで緑が加わるといいですね。お皿に盛ります。完成です。完成です。ナスの肉味噌炒めです。ありがとうございます。いただきます。でもその前にお酒をね、つぎましょう。本日のお友達は去っていきました。スミーがいました。やっぱり君しかいないよ、私のお友達は。いや、スーミンロンもお友達ですけどね。乾杯。さあ、美味しそうですね、これ。美味しい。ご飯欲しくなる。今日は逆チートデイですから、ご飯抜きです。じゃあ今日は逆チートデイをしながらちょっといろいろね喋りたいなと思います。で、今日のお題はですね、私が今までやってきたお仕事です。で、私今ね37歳なんですよ。で、今まで結構いろんなバイトや仕事をしてきたんですけど、で、私はですね、最終学歴が中学校3年生なんですよ。中卒です。中学校卒業してから今までずーっとだから働いてきましたね。で、なんでかっていうと、私ね、中学校行った時にね、悟ったんですよ。この勉強で得られるものを私の将来に多分役に立たんぞって思ったんですよ。で、っていうのも、私もその時からデスクワークとか OL さん的なお仕事は絶対に向いてないぞって中学校の時に気づいたんですよね。学校の勉強はこれ以上私には必要ないと思って中学校までしか行かなかったんですよ。で、あと理由があんまりお金持ちじゃなかったんで、お小遣いとかがなかったんですよね。で、早く自分でお金を稼ぎたいっていうのがあって、そんなったら何なのこの1時間これ机に座って苦痛な時間を過ごすのに。その時の最高時給600円ぐらいだったと思うんですけど、600何十円もらった方がええわと思って、もう高校は行かなかったです。で、しかもその時私さすがにうちお金ないって言ったって高校行かないっていうのは許されないんですよ。で、それはもう分かっとったから、入試の日に行ってきまーすとお家出て試験をね受けなかったです。受けなかった試験っていうのが私立だったんですよね。私の地元の私立とかっていうのはお金払えば誰でも入れるような私立高校なんですよ。都会とかにはさ、すごい頭がいい私立とかあると思うんですけど、そういう私立じゃなくっていろんなあんまり勉強ができなくても入れるタイプの私立でした。どんな私立や。これ肉味噌を一口。でも味が濃いから
お酒に合いますね。で私ね、ちっちゃい頃からちょっとひねくれた性格で、まあさっきも言ったんですけど、私あんまお金持ちじゃなかったんで、このまま一般的な人生の進み方したら多分逆転できないぞと思ったんですよ。人と違う道を生きるしか私に残された道はないって私はその時思ったんですよね。でそれでそのまま働き始めたわけです。で一番最初に働いた仕事っていうのが、うちの近くにあった小僧寿司っていうお寿司のチェーン店があったんですけど、そこでねアルバイトを始めました。でそこはでもね最初の1ヶ月ぐらいでね辞めちゃいました。ちょっとねおばさんたちお姉さんたちの結束が強いところで、ちょっとそこにこう入るのがちょっと人見知りだった私はうまくできなくって、ちょっと飛び込めなくって、それやめちゃいましたね。でその次にやった仕事が確か多分お菓子工場のバイトなんですよ。箱に詰めたりとか、そんなようなことをしとって、でそこはねあんまり全国展開とかそのカルビーとかみたいなでっかいお菓子の会社の工場ではないんですけど、地元密着型というかですかね。でもスナック菓子系を作ってる工場でした。そこのね焼きたてのさスナック菓子めったに食べれないじゃないですか。お店とかはさもうちょっと作ってから時間が経ってから食べるわけやから、それが食べられるのがめっちゃ嬉しかったです。失敗したやつとか食べれるんですよ。それがめっちゃ嬉しかったです。でもそこも、1ヶ月ぐらいは続けたのかな。そこもそんくらいでやめましたね。私でもなんかこの仕事をちゃんとできるわって思った仕事でも3ヶ月くらいで辞めることが結構多かったです。いや本当笑い事じゃねえわ本当に雇ってる人の気持ち考えろ。自分にその仕事のテクニックが身につくと、この仕事はこんなのか、これはちょっと私の就きたい仕事ではないなみたいな感じで、もっと合った仕事がきっとあるみたいな感じでやめちゃうんですよね。でもずーっと仕事難民でしたね。でも基本的には私接客業が好きで、っていうのもですね今もそうなんですけど、人を感動させることができる仕事がすごい好きなんですよ。接客だとさ人の喜びとかがさ直に感じれるじゃないですか。で私はこういろいろ仕事をしてみて接客が楽しいんだなと思って、で次接客業をするようになりましたね。であと不二家さんケーキ屋さんでもアルバイトをしたことありました。あとコンビニはね私セブンイレブン、ポプラ、ファミマも多分あった気がします。この3つを制覇しています。今でもコンビニは仕事内容を覚えてたらできるような気がします。で不二家さんはしばらくしたら辞めちゃうんですけど、残念だったのが、ケーキが賞味期限切れたりして私はもらえるのかなと思ってたんですよ。目当てで不二家に入ったんですけど、それダメで、それ何%引きとかはあったと思うんですけど、それが残念で辞めちゃいましたね。ケンタッキーでも働いたな。ケンタッキーもめっちゃ大変で、私にとってはねファーストフードの仕事すごい大変ですね。私ちょっと忙しすぎてついていけなくってやめちゃいましたね。ケンタッキーも何%引きのやつしかないのがちょっとすごい残念でしたね。無料で食べたかったです私は。あとミスドも働いた。いやマジですごいめっちゃ何でもやってるわ私。面接は結構得意なんですよ。面接結構何でも受かるんですよね。大概が競争率激しかったんですけど、スタバのバイトもしたことあります。100人ぐらい面接に来て2人ぐらいしか取らなかったらその面接に受かったんですけど、スタバもちょっと私はちょっとお仕事の内容についていけなくってやめちゃいましたね。スタバは確かね1杯だけスタッフの人勉強のためみたいな感じで飲めたんですよ。それがめっちゃ嬉しかったです。まず覚えないといけないんですよ。なんだかアルファベットで暗号みたいな感じで、それをまず覚えないといけなくって、注文入ったらその注文を伝えるのとかもなんかちょっと変わった感じで言わんといけなくって、それが覚えられなくってやめちゃいました。
で居酒屋さんとカラオケボックスの仕事をついたんですけど、これは2つとも1日で辞めちゃってます。でなんでかって言ったら、居酒屋さんはめちゃくちゃきつくって、いろんなことをせんといけんくって、それが無理だと思って見切りを1日でつけて、で辞めちゃったんですよ。でカラオケボックスはこの深夜に最初に入れてもらったんですよ。でそしたらお客さんに絡まれて、ちょっと怖い男の人が「一緒に歌おうよ」みたいな感じで、それがちょっと怖くて、怖いと思ってやめちゃいました。であと比較的長く続いたのがパチンコ屋さんのコーヒーワゴンの仕事です。体を動かして頭を使うっていうのが、頭が良くないっていうのもあるんですけど、私なんか上がり症とか人見知りとか緊張しちゃうんですよ。だからそういうところだと相手の人の気分を害さない会話をすることに気を取られて、仕事が覚えられないことがすごい多くって、メモとかもしてたんですけど、緊張しいでちょっと仕事はあんまり覚えられなかったっていうのもありますね。あと基本的にもともとのレベルがちょっと低かったかもしれないです。だからパチンコさんのコーヒーの仕事は私すごいもういつもトップでした。自分で言うのもなんですけど頑張り屋なんですよ。でみんながあんまりちょっと適当にやってるところを私はもうトップを目指そうと思って、でもう大きい声で「コーヒーはいかがですか?」みたいな感じで、みんな多分もっと声ちっちゃいんですよ。通らないんですよ声で。私結構大きい声で言ってて、結構コーヒーをたくさん売ってて、仕事は一番でした。やっぱり評価されると続きますね。言うて続いても私1年なんですよね。1年間ぐらい続けたら他の仕事ってなってましたね。ここも結構長く続いたんですけど、でホームセンターのところで働いてました。これ結構でも私楽しくって、でそれ売り場がねあるんですよ。第1売り場、第2売り場、第3売り場ってあってけど、第1売り場は園芸用品とか、で第2売り場は工具用品とか、第3売り場は家具とかあるんですよね。で私は第2売り場に配置されて、そこなんか私的には不満だったんですけど、でもすごいなんか一緒に働いてる人がすごいいい人ばっかりで結構続けましたね。なんで不満だったかって言ったら、第2売り場は工具の売り場なんですよ。だからちょっと地味、なんかどっちかって言ったら私はそのペットのところとか家具のところとかの方がいいなとか思ってたんですけど、でも楽しかったです。で私ちょっとこれ今だから言える話なんですけど、そこのホームセンター朝当番で1人早めに来てトイレ掃除しないといけなかったんですよ。でそれ勤務時間外にしかもやるんですよね。で私それはおかしいやろと思って、これも勤務時間に入れろよと思って、でも、ブーブーって文句は言うんですけど、別にしょうがないじゃんみたいな感じで、私はそれがちょっと許せなくて労働基準局に電話して、実はですねトイレ掃除を早く来てやるんですよ。しかもそれが時給に入らないわけなんですけど、どうですかって言ったら労働基準局の人が来て、それはなくなりましたね。トイレ掃除のやつはちゃんと給料に入るようになりました。その職場でのルールがありますからね。なんか自分のこれは違うだろうって納得できないこととかがあるとすごい許せないタイプなんですよ。だから自分の中でめっちゃルールありますね。で思い出した。まだまだあったよ。ラーメン屋さんでも働きました。ここも3ヶ月ぐらいは続けたかなと思います。ここも結構楽しかったです。やっぱり元気よく挨拶できるところが好きですね。いらっしゃいませ、こんにちはみたいな感じで大きい声で言って、でいつもありがとうございますって言って、でいつも来てる人じゃなくてもいつもありがとうございますとりあえず言うんだよって教えられて、そうかと思って言ってましたね。いつもありがとうって言われて嫌な気持ちになる人はいないだろってその人は言ってて、そうかと思って言ってましたね。でラーメンめっちゃ美味しかったです。ラーメンでそこもしばらくしたら辞めて、他に働いたのがレンタルビデオ屋さんでバイトしました。ゲオなんですけど、でもここも結構他に働いてる人とかよくって働きやすくって、長く続けたかなと思います。半年ぐらいは続けたような気がします。バイトはそんなもんだったですかね。で私あとね、なんとですよ、この私スナックとラウンジとキャバクラで働いたことあります。でもここら辺は
まあ別に嫌いじゃなかったし、お給料も良かったので結構長く続きました。多分3つとも。でも一番長く続いたのスナックかな。マスターとかママがすごいいい人だったし、まあお客さんもそんなに嫌な人おらんかったし、あとまあノルマがないのが良かったですね。私まあキャバクラとさラウンジはさノルマあるんですよ。で私ここはコーヒーワゴンみたいに成績良くなかったです。人見知りなんですよ。でも人見知りじゃないふりをする人見知りなんですよ。だからなんかお客さんと深い話がねできないんですよ。いつまでとってもちょっと距離がある、壁があるみたいな感じで、お仕事の接客ぐらいの距離がいいんですよ。だからそういうちょっとお客さんのこの情の中に入り込むことができなくって、私はそんなにトップ目指そうっていう気持ちもその仕事でなかったから、これは別にやってる人とやってない人がいると思うんですけど、もう枕は絶対無理、絶対できなかったです。できなかったです。でまあ接客もちょっと距離あるし、で枕もできないみたいな感じで、まあお金は良かったけどそんなに長くは続かなかったですね。でも大体私自分のあんまりキャバクラとか向いてないのが分かってたから、面接とかでノルマは絶対なしにしてください、時給はこれだぐらい出してくださいっていうのを最初に言って、面接はね得意だから働いててしたりしたら、まあ他の仕事好きたいなみたいのがあったりしたら辞めるみたいのを繰り返してたから。でもスナックはすごいまあ楽しかったですね。山口のスナックだったんですけど、もう今でも覚えてます。ロンシャンって名前だったんですけど、めっちゃまあお客さんもマスター、ママ、チーママもすごい優しくていいところでした。で私がいろいろしたアルバイトはまあこんなもんです。で東京に来て芸能活動してたんですけど、芸能活動だけでは食べていけなくって、その時にキャバクララウンジで働いてましたね。でスナックはね山口で彼氏と同棲してる時にスナックで働いてた。いやーいろいろやってきましたね。そういろいろやってきて本当に今があるって感じです。食べよう。12年間ぐらいはこのアルバイトの生活してたから、まあいろいろしてきましたね。それにしてもちょっとやりすぎですけどね。今まで皆さんお世話になりました。私を雇ってくれた人、優しくしてくれた人、本当にありがとうございました。ちょっと逆立たずでごめんなさい。申し訳ないです。最終的にやっぱ YouTube を始めて YouTube がうまくいってからアルバイトしなくても済むようになりましたね。YouTube も7年8年続いてるから本当に一番長く続いてる仕事だし、もう YouTube My Life 見るのもやるのも楽しい。あんま見ないですけどね。本当に YouTube には感謝しております。本当にありがとうございました。YouTube であったこととかも、今度逆チートデイに語りたいなって思います。この動画の印象が良かったら。いろいろこんなにアルバイトを やりまくって1個のことができなかった人もいつかは YouTube とかいろんな他の転職に出会えたりもするんだよっていうことを伝えたかったです。じゃあ皆さんいいお仕事ライフを応援します。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイート&スマイル。で皆さんうがい手洗いマスクソーシャルディスタンスしっかり対策して平和な世の中にしましょう。バイバーイ。